皆さんこんにちは。今回は宮城県東方温泉山荘大根の花をご紹介します。東方温泉は蔵王連峰の登録に広がる温泉街で、開湯は約400年前の西暦1600年頃とされる歴史ある温泉街です。温泉山荘大根の花は宮城県内でオールインクルーシブ温泉リゾートを展開する一の坊グループの宿で、全18室が離れ、多くのお部屋が露天風呂付きという贅沢宿です。今回は大根の花の温泉露天風呂付きメゾネット客室烏帽子岳に宿泊しました。この動画では2つのラウンジ、大浴場と4つの貸し切り風呂、豪華和洋フルコース料理まで大根の花の魅力をフルレビューします。実は約2年前の真冬にも私が一人で宿泊していますが、今回は妻と2人で緑の眩しい夏の大根の花にリピート宿泊してまいりました。前回とは違う客室や夏と冬で違ったイベントなどもご紹介していますので、ぜひ比較しながらご覧いただけると嬉しいです。温泉山荘大根の花に到着しました。宿の歴史と概要をご紹介します。歴史ある東方温泉街の少し奥、蔵王連峰の裾野に広がる自然豊かな約1万坪の森の中に佇むように、温泉山荘大根の花はあります。大根の花の創業は2003年。広大な敷地を生かし、すべて離れの18室、うち14室が露天風呂付き客室、無料の貸し切り風呂も4つあり、プライベート感抜群の温泉旅館となっています。コンセプトは、この居心地がちょうどいい。宮城蔵王の豊かな自然、自家源泉かけ流しのお湯、自家菜園や地元の食材を使った料理、一つ一つがちょうどいい居心地を育んでいます。宿の名前、大根の花には、普段から自然に寄り添っている農家さんでないと見ることができない大根の花のように、ゆっくりと宿の自然に触れて満喫してもらいたいという思いが込められています。大根の花は宮城県内でオールインクルーシブ温泉リゾートを展開している一の坊グループの温泉旅館です。2024年現在、一の坊リゾートの宿泊施設としては、作並温泉、ゆずくしサロン一の坊、松島温泉、松島一の坊、東方温泉、ゆともりクラブ、そして大根の花、計4つの温泉旅館があります。作並温泉、ゆずくしサロン一の坊については別の動画にしていますので、ぜひ合わせてご覧ください。さて、コロナ禍の2020年、他の一の坊グループの宿と同様に、大根の花もすべての宿泊者が追加料金を気にすることなく、館内のすべての施設を利用できるオールインクルーシブシステムを採用しました。東北では随一のラグジュアリーなオールインクルーシブ温泉リゾートとなっています。季節の花が素敵なエントランスから大根の花での特別な一日が始まります。見どころたっぷりの動画になっていますので、ぜひじっくりとご覧ください。入り口奥にあるのは自然散策のためのレンタル自転車。こちらは母屋です。木のぬくもりが感じられて素敵な母屋は吹き抜けでとても開放的になっています。こちらの太い梁は山形県から取り寄せた樹齢約180年の金山杉という一本杉です。客室やラウンジなど様々な場所で使用されています。こちらはフロントロビーにはショップがありました。宮城や東北の名産や伝統工芸品などこだわりのセレクトショップになっています。こちらの始まりのトマトジュースは大根の花の朝食で名物になっている手作りトマトジュースを再現したもの。いずれの商品もオンラインで購入可能です。
母屋は大根の穴の中心になっていて、左右どちらの出口から出ても一周できる回り廊下になっています。母屋の奥にはさらに広いスペースが広がっていて、宿泊客の憩いの場になっています。では歩きながら館内の施設をご紹介します。扉を出てすぐのところに森の溶岩浴どんぐりコテージがありました。溶岩浴とは蔵王の溶岩石で作られた石の上での岩盤浴です。コテージは洋風でおしゃれですよね。コテージ内も洋風のとても素敵な作りになっています。どんぐりコテージでは有料ですが、アロマエステを受けることもできます。さあ、こちらのカウンターには嬉しい生ビールがありました。ハッピーアワーでいただくことができます。でこちらは溶岩浴の際の着替えのスペースということになってますね。こちらにはロッカーもありますね。大根の花の溶岩浴の特徴はオリジナルのアロマオイル、森の香り。溶岩浴をしながらまるで森の中で深呼吸しているかのような居心地のいい空間が広がっています。入ると、やっぱりサウナですね。全体が本当に暑いというかあったかいんですけども、アロマがね焚かれてまして、とてもいい匂いがします。こちらでねゆったりと溶岩浴をするというのがこのどんぐりコテージのいいところかなというふうに思います。こちらは男性の溶岩浴ですね。こちらもねレイアウトはほぼ女性のね溶岩浴のスペースと同様ですけども、こちらで汗をしっかりとかいて、それからお風呂に入ってさっぱりするというのも一つかなというふうに思いますね。さあ、再び廊下に戻ってきました。こちらからは中庭を見晴らすことができます。奥にはもう一つのラウンジ、小鳥サロンがありました。こちらは右が大浴場、左が小鳥サロンです。小鳥サロンは大風呂の向かい側にあるため、湯上がりどころとしても利用できます。こちらでは24時間ソフトドリンクやジェラートなどをいただくことができます。とても使い勝手のいいラウンジになっています。外にはデッキとお皿がありますが、こちらは運が良ければ明日の朝リスの食事風景を見ることができます。今回見ることができたかどうかは明日の朝をお楽しみに。小鳥サロンの先は貸し切り風呂や客室のゾーンです。母屋から続く廊下はすべて屋根付きの石ないし木製の廊下でつながれています。もともと何もない土地の地形を生かして重機は使用せず、大工さんが一から作った手作りの建物です。そのためお部屋はもちろん貸し切り風呂や大浴場、そして廊下からも自然そのままの景色を楽しむことができます。今回はメゾネットタイプの烏帽子岳、リニューアルしたもみじ、糸とんぼの3つのお部屋をご紹介します。前回の動画では杉、爪草、おぼろ杉のお部屋もご紹介していますので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。大浴場と4つの貸し切り風呂については後ほどたっぷりとご紹介します。少し離れたところに自家菜園やホタルスポットなどがありますが、
こちらも妻と散策しましたので、後ほどご紹介します。廊下を一周して最後に母屋に到着しました。フロントロビーの切り株のテーブルとチェアに座ってチェックインです。館内図を使ってお部屋、お風呂、ラウンジやイベントについて説明をしていただきました。チェックインは3時、チェックアウトは11時となっています。今回の宿泊費は最後に公開しますが、サービス内容からどれくらいになるか想像しながらご覧ください。はい、今回のお部屋はこちらの烏帽子岳というお部屋になります。で、全体木造りのね、こんな感じの屋根がかかっていて、もう全体の雰囲気は本当に素晴らしいと思います。鍵はね、こんな感じの木製のキーホルダーに鈴がついてますね。で、こちらが玄関ということになりますけども、玄関はこんな感じで畳敷きになってまして、でこちらにはトイレがありますけども、トイレはこんな感じのウォッシュレット付きのトイレですけども、全体にねかなり広めのトイレという感じになってますね。でこちらにもねしっかりとヒーターがあります。ではこちらからお部屋に行ってみたいと思います。そしてこちらが烏帽子岳のお部屋ということになります。まずはねちょっと奥の方まで行ってみたいと思いますけども、奥まで来ますと広いウッドデッキがあって、そして目の前に林の景色が広がっています。もう本当にね自然の中で森林浴ができるようなそんな感じのお部屋になってますよね。こちら側にはお風呂があるんですけども、こちらは後ほどご紹介したいと思います。窓側から改めてお部屋を見ますとこんな感じになっています。こちらのリビング側は実は上がこんな感じで吹き抜けになってまして、そしてこちらのお部屋はメゾネットタイプのお部屋ということで、奥の方にね実は階段があるんですね。で1階は35平米のね広さということになってまして、こんな感じでテーブルとそれから非常に座り心地のね良さそうなチェアがありますね。でこちらにはテレビがあります。こちらのテレビ台は大根の花を作る時のね大工さんが作ってくれた木工家具ということで、こういったね丸い部分があって、とてもなんというか手で作ったようなあったかみのあるような家具になってますね。でこちらにはお茶とか、それから下の方には冷蔵庫があるんですけども、こちらのコーヒーバッグは大根の花のオリジナルのコーヒーバッグということになってます。こちらにはスナックがありますね。冷蔵庫にもねこんな感じで炭酸水からビールやチューハイ、そしてワインとね、それから日本酒とかジュースとかいろいろ入ってますけども、実はこれらは全て無料ということで、これはとても嬉しいですよね。そしてこちらはクローゼットになってますけども、クローゼットはこんな感じになってます。冬用のね羽織のような感じですけども、こんな感じでリスのマークとね大根の花というロゴが書いてます。そして下の方にはサムエと浴衣が両方用意されてまして、特にサムエに関してはこちらにやはり大根の花と、花のマークが書いてありまして、とてもおしゃれなサムエになってます。着替えてみました。下ろしてもいいし、下ろすとこんな感じ。私はちょっともんぺ風にして着こなしてみたいと思います。こういう感じで。あとはねこちらに床子がありました。床子は嬉しいですよね。ではこちらから洗面に行ってみます。こちらが洗面ということになりますけども、露天風呂がこんな感じで見えてますので、まずは露天風呂の方に行ってみたいと思います。こちらが烏帽子岳のお部屋の露天風呂ということになります。1人分ぐらいの大きさのね露天風呂がありまして、下の方はね石でできてますけども、周囲はこんな感じでデッキが広がっています。そしてお風呂からの奥の方の景色、こんな感じで奥行きのある外の景色が広がってまして、非常にいい景色になってます。屋根がありますので、雨が降っていても入ることができるという感じになってますね。そして奥の方のデッキは木製のテーブルとチェアがあって、そして目の前にこんな感じで森林が広がって、マイナスイオンをたっぷりと浴びることができるようなそんな感じのお部屋になってます。
外の方からデッキを見るとこんな感じで、上の方には2階のお部屋がありますので、そちらもね後で行ってみたいと思います。こちらが洗面です。こちらには歯ブラシのセットがありまして、ドライヤーはダイソンのドライヤーということになってますね。こちらには櫛とか、それからコットンセットとかそういったものがあります。こういった歯ブラシや櫛なんかのアメニティも木製なんですよね。袋もねこんな感じの紙の袋ですので、プラスチックの削減とかそういうことも配慮されてるのかなというふうに思います。北陸総水だって。これローションとかクレンジングとか。じゃあ女性には嬉しいよね、こういうのね。そうそう、こういうのはあると嬉しい。すごく石鹸もついてるよ。あとはね、こちらはシャワールームになってまして、お風呂に入ってね、それからこちらで体を洗うこともできるということになってますね。シャンプー類はこちらのヨというシャンプーですね。自然の成分中心のシャンプーということで、余分なものを取り除いたもう純粋なシャンプーということで、こちらの大根の花ではお部屋のシャンプーはこのヨというシャンプーを使っているということでした。こちらにはねタオルがたっぷりと用意されてます。吹き抜けがこんな感じであるんですけども、そこにこう障子のね窓のような部分があって、実はこちらは上からね開けることができるんですが、これは後で開けてみたいと思います。ではこちらから2階に行ってみたいと思います。そしてこちらが2階ということになりますけども、こちらのお部屋はメゾネット仕様ということで、1階がリビング、2階がベッドスペースということになっています。そして上の方を見ますとこんな感じで、太い金山杉の梁でね非常に雰囲気のいいお部屋になっています。ベッドについてはセミダブルサイズのベッドが2つで、マットレスはシモンズ製のマットレスということになっています。そしてこちらの奥の障子からこんな感じで下を見ることもできるということになっています。奥の方に行ってみると、こちらもねデッキスペースになってまして、こちらは本当に素晴らしい景色が広がってます。開放感が本当に素晴らしいですよね。そして上から下を見るとこんな感じになってまして、下にはね川が流れてまして、川のね流れる音、せせらぎが聞こえまして、あとは今聞こえると思いますけども、ウグイスの鳴き声でしょうかね、鳥の声も聞こえるような、本当にそんな感じで癒されるお部屋になっています。デッキはねこれぐらいの広さのデッキで、チェアが用意されてまして、こちらでねゆっくりとくつろぐこともできるのかなというふうに思いますね。こちらにはデスクと、それから小さいテレビが用意されてます。お部屋で Wi-Fi が利用できます。通信速度は 190Mbps ですのでかなり速いですよね。全体のこのね木造りの雰囲気、素晴らしいお部屋になってますよね。はい、今回ご紹介させていただきますお部屋、こちらの糸トンボというお部屋になります。まずねお部屋に入ると木のいい匂いがするんですよね。実はこちらのお部屋は2023年の冬にリニューアルをされたお部屋ということで、非常に新しいお部屋になっています。以前は畳のお部屋だったみたいですけども、リニューアルで全体がフローリングのお部屋になったということですね。こちらにはねリビングのようなスペースがあって、こちらのチェアに座ってこんな感じで外の景色が見えるお部屋ということになってます。そしてこちらのお部屋の特徴ですけども、このペレットストーブですね。ペレットっていうのはね木くずを使ったストーブなんですけども、こんな感じのリモコンを使って実際に使うことができるという、とてもね雰囲気のあるストーブになってますよね。そしてこちらにはねセミダブルサイズのベッドが2つありますけども、シモンズ製のベッドということになってます。こちらのベッドスペースもこんな感じです。非常にいい雰囲気ですよね。そしてこちらのお部屋にはテラスがありまして、テラスはこんな感じのとても素敵なテラスになってます。もう本当にねこの目の前に木々が見えて、もうマイナスイオンをいっぱい浴びることができる、そんな感じのお部屋になってますね。実はこのお部屋の特徴は半露天風呂付きのお部屋ということなんですね。
ちょっと楕円形といいますかね、半楕円形みたいな感じのね形のタイル張りのお風呂になってまして、でしっかりと窓がありますので、寒い時期なんかでもね入ることができるのかなというふうに思いますね。でこちらにはしっかりとシャワーがついてます。洗面はこんな感じになってまして、ドライヤーはねやはりダイソンのドライヤーが用意されてますね。こちらにはホットハンガーもありますので、寒い時期とかね、あるいは何度もお風呂に入ってタオルが多少濡れてもこちらですぐ乾かせるということになってます。続いてこちらのもみじのお部屋です。こちらがもみじのお部屋ですけれども、こちらのお部屋は2022年の4月にリニューアルされたお部屋ということになっています。こちらもねやはりお部屋に入りますと新しい木の香りがして全体の雰囲気も本当素晴らしいですよね。でまずこのお部屋の特徴ですけども、大根の花の中では唯一こんな感じで、キングサイズぐらいのね非常に大きな一つのベッドということになってます。こちらもねシモンズ製のマットレスですので寝心地は最高かなというふうに思いますね。この窓もね、仕切りのない一枚の大きな窓で、もう本当に絵を見てるようなそんな感じになってまして、これも本当に癒されそうですよね。そしてさらにねこちらのお部屋の特徴ですけども、露天風呂付きのお部屋ということになってます。こちらの露天風呂は、石造りの露天風呂ですけども、2人ぐらいゆったりと入れそうなかなり広めの露天風呂ということになってます。もう完全に屋根がない露天風呂になってまして、こんな感じで開放感も素晴らしいですよね。気がつきますかね。この辺にちょっと台があって、なんとこちらはひまわりの種、こちらにもね朝になるとリスが来るということになってまして、リスが来るのを見ることができるお部屋ということになってます。そしてこちらにはねリビングのようなスペースがありまして、こちらにもチェアが用意されてますけども、ここにはね望遠鏡があって、遠くの景色を見たりとか自然の景色を見ることができるということになってます。でこちらにはね他の部屋と同様に、冷蔵庫とかそういったものが用意されてますね。でこちらは洗面とトイレになってますけども、こういったタイルなんかもね結構お部屋ごとに違ってるんですが、タイルであったりとか、そしてお部屋のレイアウトなんかもね大根の花のスタッフの皆さんで決めてるということで、若い方の意見も反映されていて、とてもおしゃれな感じのお部屋になってます。でこちらにはねシャワールームが用意されてますね。でこちらもドライヤーはダイソンのドライヤーと、それから北陸送水の化粧品が用意されてます。あとはねこちらの仕切りですけども、この仕切りもね、こんな感じで完全に仕切ることもできるんですけども、ちょっと面白いのはこういう感じで隙間を空けることもできるということで、こういったところもね若い方の意見が反映されているということみたいですね。もうとにかくね見どころたっぷりのとってもおしゃれなお部屋になってますね。まずは男湯をご紹介します。はい、こちらが男湯の大浴場の脱衣スペースということになります。もう脱衣スペースからねこんな感じで全体が木でできていまして、非常にいい雰囲気になってますね。お部屋の数も18部屋ということで、これぐらいあれば十分なのかなというふうに思います。でこちらには傘がありますけども、こちらは雨が降ってる時とかそういう時に使うのかなというふうに思いますね。こちらが温泉の成分表ですけども、源泉名は蔵王濁川の湯、pH が 7.0 のナトリウム塩化物炭酸水素塩硫酸塩泉というお湯になってます。源泉の泉温が72度と結構高めですので、常時加水をしているということですね。そしてこちらが洗面になってますけども、こちらにアメニティと、そして男性用の化粧品が用意されてますね。こちらにはドライヤーがあります。
こちらがね男性の大浴場の内湯ということになります。やはりねお部屋の数を考えるとこれぐらいの大きさがあれば十分かなというふうに思いますね。湯船はね全体は石でできてますけども、上の方には木があって、そして周りもね石と木でできていまして、雰囲気非常にいいですよね。こちらの湯口からは、加水とねろ過消毒はされてますけども、源泉かけ流しということになってますね。周りの窓を開けると半露天のようなそんな感じの使い方もできるのかなというふうに思います。洗い場はこちらに2つと、それからこちらにも用意されてますので、十分にあるのかなというふうに思いますね。シャンプー類は北陸総水というブランドのシャンプーが用意されてますね。そしてこちらから露天風呂に行ってみます。そしてこちらが男湯の露天風呂ということになります。湯船は全体が石でできてますけども、非常に大きめの露天風呂になっていて、上には屋根も全くなくて開放感素晴らしいですよね。続いて女湯をご紹介します。はい、こちらが女湯の脱衣スペースということになります。広さもねレイアウトもほぼ男湯と同様な感じかなというふうに思いますね。こちらには洗面がありますけども、こちらにアメニティが用意されてます。化粧品は北陸総水の女性用の化粧品が用意されてますね。そしてドライヤーもこちらにあります。それで女湯はね内風呂と露天風呂の入り口が違ってまして、右側の扉から内風呂に行って、そして左側こちら側からは露天風呂に行くことができるというふうになってます。まずはねちょっと内風呂に行ってみたいと思いますけども、そしてこちらが女湯の内風呂ということになります。男湯と同様にね全体の雰囲気非常にいい雰囲気になってますよね。湯船はやはり下側が石で上に木が縁取られてまして、そしてこちらの窓の方から女湯の場合はね露天風呂がこんな感じで見えてますね。露天風呂にはこちらから直接行くこともできると思いますけども、通常の入り口から行ってみたいと思います。こちらが露天風呂の入り口ですね。そしてこちらが女湯の露天風呂ということになります。やはりこちらも全体の雰囲気素晴らしいですよね。湯船はね男湯と同様に石でできてますけども、女湯の方がね湯船の広さ大きいですね。そして女湯の方はこんな感じで屋根はかかってますけども、それでもねやはり周りの開放感ほんと素晴らしいですよね。こちらから源泉がかけ流しになってます。こちらからはね内湯が見える角度になってますけども、この内湯のね木造りの全体が見えて本当に素敵なお風呂になってます。こちらが貸し切り風呂星の林ということになります。こちらが星の林の脱衣スペースということになってます。貸し切り風呂ですので、これぐらいあれば十分かなというふうに思いますね。そしてこちらにはしっかりと洗面もありまして、北陸総水のアメニティと、それからドライヤーも用意されてます。あとはね雨の時用の傘もありますね。こちらにはねタオルもしっかり用意されてますので、タオルを持ってくる必要もないということになります。そしてこちらにはシャワールームもありますので、貸し切り風呂に入って体を洗うこともできるということになってます。こちらがね星の林という貸し切りの露天風呂になります。上はこんな感じで完全に開放されていて、開放感が抜群になってますよね。石と岩でできたようなお風呂になってまして、2人ぐらいはゆったりと入れそうなそれぐらいの湯船になってます。こちらにはねしっかりと手すりと、それから段差もありますので、バリアフリーもね考慮されてるのかなというふうに思いますね。周りにはこんな感じで緑がたくさんありますので、こういった景色を見ながら入ることもできるということになってます。こちらには枕木のような木がありまして、
そしてこちらにちょっと段差があるので、寝そべったような形で入って、そして夜はね、まさに上が完全に開いてますので、星を見ながら入ることができるということになってます。こちらが貸し切り露天風呂朝風の脱衣スペースということになります。そしてこちらには洗面がありますけども、ドライヤーとアメニティが用意されてます。そして洗い場もね、1人分しっかりと用意されてます。シャンプー類もね、こちらには用意されてますね。こちらが貸し切り露天風呂朝風ということになります。周りにはこんな感じで緑がありまして、そして上は完全に開放されていて素晴らしい露天風呂ということになってます。湯船の広さは貸し切り風呂の中では一番大きいお風呂となってますね。もうほんと2人でもね、ゆったりと入れるようなそんな感じの湯船になってます。でお風呂自体は石造りですけども、上に木がありまして高級感もありますよね。客室側はこんな感じでしっかりと目隠しもされているということになります。そしてこちらからは源泉が結構な量かけ流されてますよね。もうとにかくこちらの大根の花のお風呂はどのお風呂も開放感素晴らしいですよね。他の2つの貸し切り風呂はこちらの通路を歩いていかなくてはいけません。本当に離れの貸し切り風呂ということになっています。この通路は以前は屋根はなかったんですが、昨年屋根が新設されたということで、雨の日でも大丈夫なようになっています。はい、こちらから貸し切り露天風呂雪町に行くことができます。まずはこちらの板をこんな感じでひっくり返して、そしてこちらの竹竿ですね、これをこんな感じで当選棒をします。こんな感じで当選棒をして、そして入るということになります。こちらが貸し切り露天風呂雪町ということになります。こちらはね、渓流が流れてるのがね見えて、この川のせせらぎをね聞きながらお風呂に入れるようなそんなお風呂になっています。こちらが脱衣スペースということになりますけども、上にはね屋根はかかってますけども、非常に開放的な脱衣スペースになってますね。そしてこちらが雪町のお風呂ということになります。上はこんな感じで屋根もなくてね、完全に開放されていて、こちら側にはね薪が積まれていて、これは目隠しのような感じかなと思いますけども、これも結構自然の雰囲気があってなかなかいいですよね。もう本当にね自然の中のお風呂という感じになっています。以前ね冬に来た時は木も完全に枯れていて川がよく見えたんですけども、今はこんな感じで緑がよく見えるようなそんな景色になっています。お風呂はね石造りですけども、結構狭めのお風呂になってまして、一人でゆったり入るようなそんな感じのお風呂になってますかね。非常に贅沢な感じのお風呂になってます。で続いてこちらの通り雨という貸し切り露天風呂ですね。こちらも雪町と同様にこれをひっくり返して竹竿をここに置いて、そしてこちらの道を歩いて向かいます。ここから先は屋根はないんですね。もう本当に自然の中を歩いていく感じですよね。すごい景色です。そしてこちらが通り雨というお風呂になります。こちらもね雪町のお風呂と同様に着替えのスペースはね外にありますね。そしてこちらが通り雨のお風呂ということになります。
前に来た時はね真冬でしたのでこんな感じの緑は見えなかったんですけども、今来てみると本当に森林浴をしながらお風呂に入れるような、そんな感じのお風呂になってますね。こちらの奥の方には川が流れていて、せせらぎも結構大きな音で聞こえてます。そしてお風呂自体は上に木が縁取られてまして、なかなか高級感のあるお風呂になってて、大きさもね2人ぐらいで入れそうな、そんな感じのお風呂になってますね。源泉はねこちらから出てますけども、加水はされてますけども、ほぼかけ流しということになってます。手前のこちら側からは源泉がねかなりの量かけ流されていて、ドバドバと出てくる様子が見えてますね。はい、それでは露天風呂通り雨入ってみたいと思います。いやー、これはやっぱり素晴らしいお風呂ですね。やはり何といってもこの目の前の林の景色ですよね。ほぼ360度こんな感じで森林が広がってますから、森林浴をしながら温泉に入ることができるというのは最高ですね。源泉はねこちらから出てまして、源泉はかなり熱いので、隣の蛇口で加水をしたりしながら入るわけですけども、こちら側には結構ね川の音が豪快に聞こえてまして、冬であれば川もね結構見えたりするんですけども、今の時期はもう本当に緑が奥の方まで何重にも重なって見えていて、非常にね緑に癒される景色になっています。貸し切り風呂ということで、これほどのお風呂に独占して入ることができるというのは本当に満足度が高いですよね。恵比寿だってよ。ちょっといただきますか。引っ掛けに行きますよ。お願いします。はい、アルコールとノンアルコールとございますけれども、すごい爽やかな香り。自分のとこで作ったハーブとかそういうのを使ってんだね。うわー、美味しそう。なんかね、香りもすごいいいからさ、こうグーって鼻で香りを嗅ぎながら飲んでもいいかなって感じの美味しい。さあ、ビール来ました。ビールです。これいいのかな？小さめの。小さめだね。黄色いボタンを押してください。おお、いい感じです。贅沢。贅沢ビール。はい、これ一乾杯。応モヒートの次だから2杯目だね。ああ、きめが細かい。美味しい。わ、気持ちいいこれ。気持ちいい。僕からどう行きますか？地図を見る。今どこにいるの私たち？今どんぐりコテージ。すごいね。本当に別世界に来たいみたい。ここからダイニングが見渡せるようになってるのね。そうだね。本当だ。そう。素敵だね。ここが地図を見てます。そう見てるの。見ながらじゃないとね、わからない。で逆だったし。逆を逆さまに見てる。多分ねこの辺りだと思う今。そうだね。せせらぎを聞く。なんか高床式住居みたいな感じの作りになってて、一棟ずつのこうつながってないっていうかね。そうそう、一軒家みたいなね。そう感じの作り。完全な離れだね。そういう感じに。ここにこっちが自家菜園遊歩道。本当だ。こっちから行ってみる？まっすぐはなんだろう。すごい迷路みたい。明るいうちに散歩しましょう。そうだね。行ってみよう。すごいな。すごいね。素敵だね。
やっぱね、うん今緑の時期だから全然違う、前来た時と。本当ね、早くチェックインしてください。本当にねえ、ほんとこうやってね、見るところがたくさんある。たくさんあるね。あ、これじゃない、自家菜園。遊歩道、こっちですかね、うん。地図を見ながらここで作ったものを食事で、あ、そう。こんなところにまたハンモックがあるの。あ、ここなんだ。ちょっとハンモックまた確かめるから、ちょっとハンモックを確かめるって何？ハンモックを寝心地、そう、どういうちょっと待って、このね乗り方がね難しいからちょっと気をつけないと。そうそうそう。おお、あ、月が見える。ああ、わあ、いいな、これさ、やっぱり眠くなっちゃう。でもさ、ここでさ寝て起きたらさ、蚊にいっぱい刺されてそうだよね。すごい。自家菜園もすごいね。いろいろすごいすごい。あるよ。まだね、こう育ててる途中って感じ。うん。これがお客様に提供されるそう野菜を育ててるそうっていうことだね。ご飯をね、これからたくさん食べなきゃいけないから、そう。ちょっと運動がてらビールも飲んだし。てかホタルスポットってどこなんだろうか。こっちに行けばいいのかな。すごいんじゃないこれ。すごいところ。あ、これもしかしてもうホタルスポットじゃないの？違うこれ。そうかも。これホタルスポット。確かに川があるから、なんかいかにもホタルとか出てきそうだもん。うん。ほら、こんな感じで川が。あ、そうだね。ね。わあ、楽しみ。ちょっと虫除けスプレーは欠かさずに。一度明るいうちに来ないとわかんない、そうだね。これはわからないかも。ねえ。この手すりっていうかこの作りもいいよね。そうね。この自然のもの。自然をね使って。もうね、宿代は確かに高いかもしれないけど値段もありますよ。あるね。まだご飯を食べる前ですが、そう思います。なんかウグイスがすぐ近くで鳴いてるね。ほら。そう、すごいね。ここら辺に夜はホタルが集まってきますよっていうことなんで、今日の夜どうでしょうか。ね。楽しみ。浴衣を着てみました。浴衣です。浴衣も素敵です。じゃあ食事行きましょう。はい。わあ、すごい自家製だって。仕込んで約1年漬け込んで、それから飲み頃を迎えるんですけど、今出来上がっているのがブルーベリー酒が飲み頃のものでご用意しております。ねえ、すごい。オールインクルーシブメニューと記載のあるところはすべてフリードリンクでお楽しみいただける飲み物ですね。アラカルトメニューの記載がございますのと、本日のコース料理に合わせたペアリングのご提案もしますので。乾杯。見て、ちょっと濁った感じのね。そう、濁ってるのよ。すごい綺麗な感じ。いいのこれ、オールインクルーシブで。あー、美味しい。ぶどうって感じ。甘みはあるけど辛口なんだよね。匂いがちょっとフルーティーな感じ。でも笹錦なんだよ。ちょっと甘い。美味しい。
すごいしっかり味が出てます。美味しい。大根は大根でしっかりしてる。美味しい。大好きなんだよね、大根をつけたやつだしに。これ2人分できてるんだけど、珍しいカリフラワーが乗っかってます。あとジャパン X っていう、そうカリカリベーコン、これを浸して食べて、ちょっとまずさスープを飲もうかな。枝豆だよね。そう枝豆のスープね。地元の野菜を使った枝豆。滑らか。あんまりその枝豆っていう豆っていう感じもないんだけど、味付けしてあるから、美味しい。滑らかだね。滑らかですよ。でこのさカリフラワーいきます。これをねつけるのって。思った通りこのカリフラワー美味しいです。カリフラワーとブロッコリーが合体したような感じ。今日は本当お風呂三昧で、お風呂三昧もそうだけど、ここの敷地が広すぎて見るところもたくさんあって、そう早めに来ないともったいない。そうね、早めに来てじっくりと楽しみたいよね、いろんなお風呂。お部屋にお風呂がなくても全然大丈夫だね。そうだね、これだけ。お風呂がない部屋もあるんだけど、それでも全然楽しめる。さあベーコン、カリカリベーコンポタージュにつけて、つけすぎかな。美味しそうだね。美味しい。ベーコンカリカリ、油がちょうどいいですね。この癖がなくてまろやかで美味しいです。スペイン産のワイン。これ特製なんですもんね。自家製のね。これは2021年ですかね。につけたものをそのままご用意してます。そんなに甘くない感じ。ね。飲みやすい。飲みやすい。ナチュラルチーズ専門店さんのモッツァオさんから仕入れているモッツァレラチーズでございます。でご一緒にウニとキャビアご用意させていただいております。じゃーん、キャビアのせだ。すごい。これはすごいな。キャビアとウニ祭りだよ。あとキャビアだけいってみようか。キャビアだけ。キャビアだけ。ほら見えるかな。美味しい。これがキャビアなのね。すごい、この塩味プチプチよ。すごいね。美味しい。いやキャビアはね、やっぱねキャビアだけで食べた方がいい。もったいない。他のものと一緒に食べるなんてもったいない。でも今食べたからちょっと混ぜて食べてます。ウニのせね。ウニだよ。めっちゃうまい。ウニがとろける。美味しい。神様に感謝して食べたくなっちゃった。美味しい。ズッキーニきました。黄色いズッキーニ。このねジュレちょっと乗せて。本当だ。ジュレトマトの味してる。本当美味しい。するね。田舎者らしく感動してます。これがいいんだろうね。この自然の中でこんな豪華な食事が食べられるっていうのが、本当だ、贅沢だよね。人気の秘訣なのかもしれない。モッツァレラチーズも本当にもう頬張る感じ。ね、もちもち。すごい美味しい。自家菜園の場所も見てきたからか、すごく野菜がすごく美味しく感じる。ぜひ見てから食事を食べてください。ヘルシーな感じ。このヘルシーだなって思った分、お酒をその倍飲んでちょっとゼロになっちゃった。ゼロじゃない、マイナスになったところから。花の名物料理でございます。
千葉産の新野菜とこちら貝類のスープ煮でございます。千葉産のクレソンをカゴにもりっとご用意させていただいているのと、お好みで粒マスタードのご用意がございます。箸は梅の枝をそのまま加工してすごいね。面白い。具だくさん。具だくさん、野菜たくさん、ねすごい魚介たくさん、うん。へえ。こういう感じ。うん。ちょっとこうそのまんまで生のまんまで食べれるから食べてみてっていうことで。クレソンってそのままいけんだ。あ、いける美ね。味しい。うんこれね、マスタードつけると最高。あ、意外とね、うんいけるもんだ。ちょっとね、苦味がありますあるねって言ってたんだけど、私は全然大丈夫です。これぐらいだったら確かに。美味しい。では、うん、行ってみよ魚介ホタテです。ホタテも美味しい。プリプリコリう。プリコリ。プリでね、歯応えがあるね。食べ応えがある。ハマグリさんです。縁起のいいハマグリさん。大きいハマグリ。大きいね。すごい贅ね。沢ですよ。食べ応えある。ね、プリプリだ。アワビも入ってんだよ。カットされたアワビ。ちょっとマスタードつけますよ。マスタード美味しいんだようね。ん。うまっ。うん、アワビもコリコリ。人参もさ、味が染みてるよ。もしかして野菜全部味染みてんじゃない？ね。玉ねぎ甘い。ね。柔らかいし、めっちゃ柔らかい。野菜がこんなに美味しく食べられるなんて。麩もこれね、名物なんですよね。ね。仙台油麩。仙台油麩。もう口に入れた瞬間じゅわーっとする。どう？そんな癖のない香りだよ、全然。全然飲みやすい。ね、飲みやすいね。爽やかだ。ワインっぽくて美味しい。ね、そう、ワインっぽいね。あとね、食べて合わなきゃね。あ、そうだね。食べてからね。食べてからだよ。続きのコンフィ。もうね、切った瞬間に柔らかい。ね。本当柔らかい。これが最初飲ましてくれたお出汁使って作ったっていう。この味噌もついてるんだね。そう、味噌がついてる。出汁もすごく美味しいんだけど、この味噌が田楽風のこう甘じょっぱい感じの味噌で、ナスがあるでしょ。ナスまだ食べてないんだけど、絶対美味しいでしょこれ。ね、絶対合うね。相性も全部合うね、この味噌と。素晴らしいです。この癖のない日本酒がいいね。いいね。千葉産のルバーブという少し酸味のあるお野菜を使ったシャーベットになります。お口直しのシャーベットやってきました。やっぱり野菜を使ってるからな、甘みがね、甘ったるくなくて甘いのが苦手な私は最高に美味しい。酸味もあるからね。酸味あるね。トマトのシャーベットみたいな感じのとこもあるな。美味しい。まさにお口直しだね、本当そんな感じ。これでゼロになったって感じ。左手側の霜降り肉は仙台牛スワロインを使用しておりまして、右手側の赤身肉は仙台牛の内もも肉でのご用意になります。ペア
アリングでこう選んでもらった。あ、その香りはねすごく強いわけじゃないよ。あ、すごく爽やかな感じだよ。赤ワインなのにすごくこってりした感じじゃないんだよね。このワイン自体ではめちゃくちゃ美味しいですけど、このお肉とどう合いますかという感じ。問題はね、柔らかいじゃん。なんということでしょうか。フォークもナイフもいらないんじゃない？いらなかったね。遊んでる感じになっちゃうけど、こっちも柔らかいよ。柔らかい。いらないんじゃん。いらないいらない。塩でまずいただくね。塩で。うまっ。ちょっとニンニクいくよ。皮は食べられないのでっていうことなんで、ほらこんな感じ、ペロンとむけちゃった。塩だなこれは。あ、美味しい。ニンニクめっちゃ美味しい。お肉に野菜を巻いて食べても美味しいです。なんかいろいろ食べられていいね。すごいね。巻いて食べても美味しいってことなんで、これはもうポン酢でしょう。もうね、しゃぶしゃぶみたいな感じだな。柔らかいし。さてさてさて、これ浅漬け美味しそう。つやつや。ねえ、浅漬けいいよね。浅漬けなんだけどちょっと塩味を強くしてるんだよね。多分このご飯との相性がバッチリです。ご飯も美味しいね。これ純菜の味噌汁、赤だしの味噌汁ですよ。いろいろ入ってる。これまた面白いわ。めっちゃうまい。ちょっとご飯で肉をくるみますぜ。このお肉なんでこんな柔らかいの？皆さん知ってる通りに顎が弱くても大丈夫。ね、食べれるね。食べれる。カスタード生地の焼き菓子のクラフティでして、オレンジとキウイでご用意させていただいております。フルーツ、メロン、パイナップルですね。でこちら透明のものが蔵王の水を使用した水ゼリーご用意させていただいております。こちらはご一緒にお飲み物ですね。甘口のアイスワインと、またオリジナルのハーブティーもご用意可能でございます。おお、すごい。なんかイカが入ってるよ。イカの出汁で作った感じの。ここがコテージね。真っ暗だよ。この先は。こっちだったよね。そっち。真っ暗ですよ。真っ暗だよ。うわ、面白い。なんかこれ一人だと絶対怖いよね。ちょっと怖いかも。ちょっと周りこう照らしながら歩かないと。こっちだっけ？そっちだね。やっぱりこれ一回歩かないと厳しいわ。わかんないね。ちょっと待って、見えない。足元見えなくて怖い。歩いて、気をつけてよ。気をつけてよ。歩いてる人いるかも。いるね。ここら辺とかにいる。この辺だと思うよ。ホタルも出てるっていう。暗くしてみる？ここに立ってて。光ってるよ。光ってる？いるいる。
美味しい。綺麗綺麗で綺す。麗な卵です。うん、これはいいね。ね、うんいいよね。うん、朝食が結構ゆっくりだからうん、朝こういう風にいいね、ちょうどいいね、ね量的に。玉コン、これすごい染みてそねう。美味しい、味が染みてる。それこそリスのようにほっぺが膨らんだ。玉コンで、ほっくり。卵と卵で。うん。おはおはようございようございまます。す。すごい。欲張って3種類頼みました。で岩盤浴も入ったけど、もうアロマの香りが最高だった。すごく癒されて、もうちょっと長く入っていたかったんだけど、時間がねもう本当にあっという間に過ぎてって、その後に大浴場にそのまんま岩盤浴をしてから大浴場にそのまま行って、露天風呂もあってすごいちょうどいい温度だったね。でシャンプーもお部屋にあるのとは別なシャンプー使ってみたんだけど、それもまた高級で、もう本当幸せな気持ちになりました。で朝もお風呂入ってでしょ。朝はそのヨっていうシャンプーを使って本当髪も洗ってみたけどもすごいツルッツルになる、すごいお風呂も最高でした。最高だね。今日は11時チェックアウトなので、それまでにもう1回ぐらいお風呂入りたいなと思っています。それではいただきます。まずはドリンクです。これでしょ、自家製トマトジュース。ほのかにこの甘みもあって酸味は少なめで、すごく飲みやすい。贅沢。一気飲みしちゃった。人参とオレンジ、絞りたてのオレンジジュース。そう、これはね、あそこで作ってるやつだね。人参の香りしてる。人参の香りしてるんだけども、オレンジの味が強いから、これも飲めます。飲めますか。飲めます。でもなんか絞りたてって感じだね。冷たいわけじゃないし、温度はさっきのトマトジュースはすごく冷たかったけど、なんか昨日のお酒がこう全部こうデトックスされてる感じ。最後牛乳じゃない、これチーズドリンク。チーズドリンク。蔵王モルクところのチーズを使ったチーズドリンク。チーズの味がしてる。する。ヨーグルトドリンクみたいな感じなのかなって想像してたけど、全然違う。酸味もないし、すごいまろやかで美味しい。もう一杯平らげちゃった。最初に全部飲んじゃいました。さあ、じゃじゃーん、サラダ。これだけでお腹いっぱいになりそうだよね。まずスープをいただきます。コンソメスープ。美味しい。これね、自家製のシーザードレッシングっていう。うまっ。ドレッシング美味しい。野菜もシャキシャキしてて。こっちはね、柚子のドレッシング。柚子はやっぱ酸味が結構強いんだけど、すごいさっぱりした感じ、柚子は。豆もあるね。豆もあって、健康に良さそうだよね。体にいい。サラダからスタートするってすごいね。そうだね。ヘルシーな感じ。
すごいすごい削りたてだよ、ね。うわこんなの初めて、からのすごい鰹節がすごいこれでもかっていうくらい弾力があるわ、スーパーで買ってた鰹節と違う当たり前かすごいこんなのね削りたての鰹節ってめっちゃうま贅沢ですよ、贅沢だね。贅沢な朝食卵焼きです。綺麗ですよ、焼き目もなくて、断面はこんな感じ。一口でいったら絶対でかいかな。でかいか。美味しい。ふわふわ。熱いけどふわふわだね。癒しの朝食って言わせてください。鮭ね。あとかまぼこもついてて、箸を入れた瞬間にふっくらしてるのがわかる。ね、わかるね。甘口の鮭です。美味しいです。柚子が入ってる大根おろし。いくぞ。柚子の香りがふわーっと口の中に広がる。煮物も入ってます。ニシン。ね、ニシンだね。ニシンの煮物だよ。柔らかい。柔らかいよね、ニシンね。骨まで柔らかい。味付け最高全部。昨日の夜もそうだったけど、あんかけの豆腐プル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 揺れている、お腹のように揺れてるすごい衝撃的なトロトロさ。あんでさらにトロトロ感が増してるって感じ。口の中でほんととろける。歯いらないよ歯いらないって豆腐だから歯いらないんだけど美味しい。これしじみの味噌汁、割と大きめのしじみが入ってる。もう全部美味しかった。最後お茶飲んでもう癒されっぱなしで楽しかったです。ごちそうさま。フロントでチェックアウトです。今回宿泊したお部屋はメゾネットタイプ烏帽子岳、1泊2食付きオールインクルーシブ。宿泊費は大人2人で14万6,000円でした。温泉山荘大根の花いかがでしたか？まさにラグジュアリーオールインクルーシブリゾート。追加料金を気にすることなく、とても贅沢な時間を過ごすことができました。フレンドリーに話しかけてくれる若いスタッフの皆さんのホスピタリティも素晴らしかったです。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、引き続きご覧ください。